はい、おはようございます。三原節その4ですね。お待たせいたしました。今回はですね、奈良県室生ダムに来ています。もう季節はそうですね、もう夏に入りそうな、ところですね。初夏なのか真夏なのか、っていうところです。で、この室生ダムというフィールドなんですけど、僕は3回目ですね。で、おかっぱりしかできないんで、そこまでこうなんか釣り込んでもないし、めちゃくちゃ知ってるフィールドではないんですけど、昨年の夏に、バスフィッシングが解禁されたというか、OK になった、その地元の漁協の方とかの、協力によって、開放された、フィールドで、その開放のイベントの時に1回来たのと、でまた別日に来たのと、で、今回が3回目という感じなんですけど、印象としては結構バスはいる。で意外と人も多いっていう、印象のダムなんで、そんなめちゃくちゃクリアなリザーバーでもない、ちょっと野池っぽい、水の色をしてる、でっかいのもいるらしいんで、でっかいの釣れたらなと思います。で、あとですね、その釣りする際に室生ダム遊漁券が必要なんで、遊漁券を必ず、船屋さんっていう遊漁券販売所がありますので、船屋さんで遊漁券を必ず購入してから釣りをしましょう。それでゴミなどは捨てずに、フィールドマナー守ってね、せっかく解禁されたフィールドなんで、僕も楽しませてもらおうかなと思います。ということで、三原節その4は室生ダムでぶった切っていきたいと思います。いつもの三原節ということで、まずはこのバックウォーターから攻めていきたいと思います。ということで、目標50アップたくさん振っていきたいと思います。よろしくお願いします。じゃあ行きましょう。ちょっと待って、よいしょ。おっしゃー。今回割と重要な忘れ物をしたと思うんですよね、僕は。うわ、最悪やな。絶対忘れてるわこれ。こんな手長指の網持ってんのに。あった。ラッキー。お、あれバスだな。あれバスですね。朝一1投目、三原節から行きます。無視されたというか、だいぶね痩せたバスがいるんですけど、その痩せたバスには RS ですね。その痩せてるからというか、やっぱ痩せたやつって動きがスローじゃないですか。だからスローにそのバスの速度に合わせられるトップウォーターで、あいつやな絶対。一回乗せる。いくよ。ほら食った。およいしょー朝一1本目。とりあえず朝一フィッシュ
いやーすごいアフターって感じ。ちょっとね痩せてはいるけど朝一トップで幸先いいスタート。これから釣っていきましょう。室ダム朝一フィッシュトップで景気いいっすね。こっからガンガンいきます。ピアスクワッドもがっつりかかってます。朝一釣れましたね。まあそこにゴミだまりがあって、でゴミだまりのその上陸化の切れ目にこうなんか石の石みたいなのがあって、あそこから上がもう極端に浅くなるんですけど、そこの上がったすぐのところに、バスの魚影が見えて、最初三原町でアプローチしたらスッといったけどふっと見切る感じだったんで、プレッシャー結構高いとこなんで水面使わなきゃダメかなと思って、でちょっと痩せたようにはこっちも見えてたんで、だからそのスローなバスにはスローなアプローチで最初三原虫を目の前にこう置くようなアプローチをしてたんですけど、見切られたんで、スローな水面で、一回泥の上に乗せました。でそれはその着水でパシャンでブッと振り返った時に動き出しがもし悪かったりしたら見切られちゃうぐらい距離がすごい近かったんで、バスとのだから一回泥の上に乗せて着水音を殺してからちょっとほぐしながら、入れてって動き始めで食ったって感じですね。まあちょっと、だいぶ痩せてたんで、もっともっとこうドカンという魚をね、歌いていこうと思います。でもねさっきからちらほら見えるんですよ、バスちらほら。そんなにねめちゃくちゃ大きくはないんですけど、なんかいい感じ。このブッシュカバーの先端まで石垣があって、ここがチャンネルラインになってって感じですね。ここから打てる。あ、びっくりしたびっくりしたこれ何パイプじゃねえな、何これ。ここしか見えなくて、さっきイノシシ寝てるのかと思いました。びっくりした。中流域のベンドであそこに巨大なブクブクがあるんですけど、なんかね超マッティコバスがいっぱいいるし、ブルーギルもいっぱいいるんで、まあでかいバスの餌はいっぱいいるでしょうということで、こっち側でも来てないですね、濁りがね。フラッシュリンプから行きます。どっちにしよっかな。こっちから行こうか。この浅い側。多分その、夏になったらこうリザーバーってやっぱバス水深が下がるんで、基本的にレンジが下がっちゃうんで、多分今回いいバスがいるレンジは5、6メーター。結構夏のリザーバーを釣るにあたってそのレンジをこうキーにすることが僕は多くて、それでノーシンカーで落としていくのってどうなんて話なんですけど、まずはねシェードかかってるし、シャローに大きい岩とかゴロゴロしてるし、流れが当たる場所やったら岸に寄りやすいしっていう意味も込めてフラッシュリンプから。でっかいのいるけど、さすがにここでかけたら無理っすわ。慌てない慌てない。いきます。
怖いんでリーダーを変えます。12から16に変更です。結構ね、夏のバスってフラフラはしとるんですけど、暑いわー言うてフラフラはしてるけど、でも餌を求めてこう入れたらパクッと食うかって言ったらそうでもなくて、やっぱ夏バテしとるんか知らんけど、結構こうパパ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 パってリアクションをかけることによってスイッチが入って食ってくれることが多数ある。あ、バス来た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 。気づいた。気づいたのに来なかった。びっくりした。食った？もしかして食ったっぽいな。お、いいサイズ、いいサイズ。おー、やばい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 、ネット落ちた、ネット落ちたちょっと待って、いやこれネットないと無理やでちょっと待った、ちょっと待って、よいしょ。まあタックルとラインは大丈夫かよ。ランディングがよっおお、太い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 。危ない。よいしょ。よっ。ああ、よかったー。焦ったあー、焦ったー。いや、太い。いや、コンディション抜群。太いですね。フラッシュリンプ丸飲みでした。いや、綺麗。太いコンディションですね。いい魚。フラッシュリンプばっくり。はい、綺麗。いい魚です。びっくりしたというか、大変なファイトでしたねまあ場所の解説をすると、中流域で、S 字カーブがあって、それのアウトサイドベンドですよね。で岩盤室で、そこにその大きなブクブク、バッキ装置ですねがあって、流れが当たる場所かつシェードで、条件はすごく整ってるんですよ。であと濁りに対してどうかなと思ってたら、コバスが普通に泳いでたんで、多分この濁り十分大丈夫やなと思って、一番その流れが当たって、この右方向上方向に分かれる分かれ目の、一番正面から当たってるところですよね。そこに陣取って、釣りをしてたら、足元に何匹か回遊してきて、フラッシュリンプですよね。インフィニ20でノーシンカーをこう落として、岸の方にこうバスが回遊してきたんで、岸からコロコロコロって転がして、最初パンパンってしゃくったりしたら、食うかなと思ったんですけど食わなくて、でもう一回アプローチして、次はもう止
止めて転がすような、アプローチをしたら食って持ってったっていう感じですね。で魚体を見たら結構綺麗だけど尾っぽがちょっと下の方がねちょっと削れてボロってるやつアフターな感じですよね。多分、ベッドを作ってたオスがこうはたいた跡が見られる、まだ回復がしきれてないような魚だったから、多分こういう脳進化に反応してくれたんじゃないかなというふうに思います。見た感じこうハスとか、そういうのを食いそうな場所やったんですけど、まだやっぱり朝一釣れたバックウォーターもそうですけど、またやっぱりどこかこう産卵後な感じの季節感なのかなっていうふうに思ってます。でもこれからそれを踏まえて、そういうノリで、釣りをしていきたいと思います。とりあえず釣れてよかったですわ、フラッシュリンプもっとでかいのを釣っていきましょう。はい、よし行こう。ここいいっすね。こことかこことか解説取るのに。あれが室生ダムのバックウォーターです。ただダム付近、あれダムなんですけど、ダム付近、堰付近か、釣り禁止なんで、ここまでですね、上限は。で RSR でこの辺で出んかなと思ったところで風が強い。ちょっとこの風やったら出えへんですね。ここで多分ドーンってこの川のまんま行ってて、ここの真ん中チャンネルラインが交わってるあの辺にバスは多分いると思う。ただアフターの魚でシェードが好きでしょうから、大きなシェードってなると、今パッと見る限りこことあっちのコンクリートからバンクに変わる影か、このブッシュカバーの中しかないと思うんで、ただ流れが一番絡みやすいシェードはこれじゃないかな。はい、ラバージグ、ハイパーモグラジグに、フラットカーリーゴビーの4インチ。意図としてはそのギルがちらほら見えたんで、そのギルを食いたいやつらもいるでしょうから、そういうやつらを狙ってちょっと、アレンジしてみた感じですね。こっちがサイズダウン版、アベラ 7g にフラットカーリー3インチ、これでいきます。フラッシュリンプ脳進化でいきます。そこそこサイズ、こんなサイズ、これ見えますかね。これね、25センチから30センチぐらいまでのが今何匹かでスクールで7匹ぐらいかな。こんなんはいますね。地形もわからんしな。ただここに入れ替わり立ち替わり人が入ってたので、もし釣れてたら残ってるんじゃないですかね。釣れてないんじゃないかな。移動する前に一旦ジグストやってみます。アベラバ 7g に、フラットカーリーゴビ3インチのテールカット。はい、これでいっ
ってみたいと思います。イメージはもう適当に投げて適当にシェイク、イメージもクソもないやないか。その通り。濁りが多分あっち側に入ったんでしょうね、風で。お、でかいのいる、でかいのいる。おっけ、食った。おっしゃ。おお、ギル。いいサイズですよ。フラットカーリー、よいしょ。結構飲んでんな。4ジャップ4ジャップ。よし、ほい、はい、はい、オッケー。いいね、いいじゃないですか。ほら、ハマったっすね。ほら、ばっくり。アベラバ 7g にフラットカーリーゴビー3インチテールカットね。いい感じですね。やっぱちょっとアフターっぽい感じですね。いや、いいっすね。ギルパターン、フラットカーリーテールカット、ギルグイバスフラットカーリー、さあ3本目、これですね、アベラバ 7g に、フラットカーリーゴビ3インチのテールカット。カーリーなんですけど、ちょっとこんな感じで2分割にしてテールカットしてます。で、これ見てもらったらバスがちらっと見えて、落としてトンってついた時に、このおそらく若干水流れてるんで、テールが微妙に多分動いてたと思うんですよね。ひらひらってずーっと、これまでもわずかにずーっと動いてて、結局ワンアクションで壊せました。こういう岩の隙間にトンって、例えばこのギル型が入って、でラバーとそのテールでひらーってずっとなってるけど、岩の隙間やからみたいなじらしをステイで入れて、でワンアクションでポンって上げたんですけど、こういうフラット系のワームってその置いてトンってするとこう宙返りするんですよ。こうなんていうかな、ひっくり返るんで、同じところに落ちると思うんですよね、大体。だから多分岩の隙間とか岩の影にもう一回出て戻ろうとする瞬間ぐらいに多分食った。でポンってやって、で次もう一回トントンってやろうと思ったら糸がもう走ってたんで、多分一発目でポンって、食ったんじゃないかなと思います。もう結構岩場でリーダーが結構ズリズリ。こうやって PE のシステムでも16ポンドあれば大概大丈夫ですし、東レのラインはこういう時に発揮されるんで、対摩耗性には優れてますよ。快晴山道夏男。あ、カピカピやけどラインのスプール、はい、釣りのゴミはね見てて嫌なんで
拾いましょうみんなで。カバン全然ドロドロになってもいいっすわ。もうそんなこんなとこなんか逆ワンドみたいなのあるんですね。こんなんバス入ってないんかな。あ、また発見。ワームのパッケージ。ゴミは拾ってください。もう室尾ダムね、バス釣り解禁になったのに、やっぱこういうゴミがあると良くないです。はい。だってこれ捨てんのバサンぐらいしかいないですから、しっかりゴミは捨てずに、そして見かけたら拾ってください。はい。そしたら釣果が上がると思いますって室尾ダムの神様が言ってました。さあ釣れますよ、三原虫で。うなきゅうかもしれんけど、いる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 。土管の目の前にいるんですよ。いきますね。ほら見た。うわー、いかんかった。岸から来るものにすごく反応はするんですけど、多分ねシルエットが違うんですよ。結構カエルいたじゃないですか、ここ。カエルの可能性ある。でもフィネスフロッグとかは今持ってきてないんで、取りに帰らなきゃいけないんで。あ、いいこと思いついたけど、飛ぶかな、飛ばせるかな。この膨大な三原虫の中から探す、結構大変ですよ。あ、でも張り付きあったぞ。ほな張り付きでいいやん。朝から結構ねいるんですよ、カエルが。お兄ちゃんの嫌いなカエルが。うわ、カエルや、やばい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 、助けて助けて助けて、カエルカエル。で結構ねちっちゃいカエルがね、バッタかなって最初思ってたんで、まあそのカエルサイズのこれね、三原虫40で、このままではちょっと虫っぽさがまだ残るんで、まあ、ウォーターメロンホワイトベリーっていうからやったら、そのカエルっぽくアマガエルっぽいから、まあ、カマキリでもいいんですけど、その茶色いカエルもおるんで、まあ間取ってこれにして、でラバーなんか別にカットしていいわけなんで、なんかぽくなりません？これでいきます。あー、ダメだこれ。なんでダメかっつったら、草が揺れすぎ。うわ、めちゃく
カマキリカラーでいってみます。お、別のやつ上がってきた。うおー、今のは惜しい。なんだ今の。やばい、めっちゃ反応するやんこのカラー。変えるか。ちょっとこれは良くない。取るか、取ってくるか。さあどうでしょうね。でかいバスはいる。これでいくか。フィネスフロッグミニ、はい、これトーナメントとかで使うやつですね。ほら、もう反応した。合わせたらあかんかった今の。顕著ね、顕著ですね。向こうのインレットから泥バンクになって石垣になって1メーターぐらい手前のカーブしてる木の下、最高。アプローチ完璧やのにインフィニの30にしてもうオーバーでしょっていうぐらいオーバーサイズのフック入れます。めちゃめちゃカエル狙っとるっすねこいつらね。ほらもう絶対ない。ほら、お気づいた気づいた。よっしゃ来た。これおでかいぞこれ。よっよいしょよいしょよっよいしょ。取ったよ取ったよ。いいサイズじゃないですか。ほらほらワーム取れちゃったけどインフィニ30やっぱでかくしてね、でかくしてもやっぱり天才やからここなんですよね、かかりがね。まあまあでもバレないっすわこれは。はい、いいムローバス、綺麗なゴージャップ、パワースピン。
ね、虫には反応しないけどカエルだったら反応するっていうのがこの時期のセレクティブ天才くんでした。ね、カエルパターンですね。顕著ですね、だいぶね。こんなに顕著にカエルやとは思わなかったですね。まあ虫でこう提灯して食わないところをカエルにすると釣れちゃう。だからやっぱりね、今おかっぱりで竿いっぱい持ってきたんですけど、一本フロッグなんでその読みは間違ってないですね。ブータフロッグとかで、本物のそのフロッグですよね。でやっちゃうとそのリアルさだったりとかがないので、こっちの足がついてる方でこうやって岸に登れないカエルみたいなのを演出すると食うわけですよめちゃくちゃやな。マジ釣りますよ。と1本でかいやつ。ちょっと竿めちゃくちゃ硬いけど、キャストの精度上ベイトの方がやりやすいんで、ジンクスミニ83。はい、ちょっと硬いから多分バラすと思うんですけどおお、もうちょい。いきます。おっしゃー来た。ほら、これは大丈夫、バラさない。はいジンクスミニでかい、渾身でしたね。いや、いい魚、これ太いかっこいい、いい魚。いや、2キロ近い室生ダムの50アップ、ジンクスミニ。いや、いかつい。室生ダムのバックウォーターの主ぶった切りました。はいでかかった。53ね、室生でそんだけ釣れたら十分でしょう。最初ここですね、ちょうどこの土バンクから石垣に変わって、石垣が若干膨らんでる一番水が当たるところ、結局やっぱ流れが欲しいんですよね。でそこに、バスがいて、で最初フィネスブロッグを、提灯した時に一発目にビッグバイトがあったのはあいつで、同じところでちょん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 ってやってたら、この辺からピューッと飛んできて、そこで食ったのが、フィネスブロッグで釣れたやつで、1回バイトしたから多分警戒心がすごくて、あそこにゴミだまりのラインに、石垣の席があるんですけど、そこより下には降りないバスだったんで、何かで食うはずっていうふうに思って、奥の手です。スピナベサイトって呼ばれるやつですね。これジンクスミニのスーパーブレードの8分の3オンスで、流儀スナッグレストレーラー M をつけてます。で、トレーラーフックないとまずこれありえない釣りなんですよ。でそこでトレーラーフックがしっかりそこにガチッとかかってくれたのがまず良かったんですけど、これねギルロイド使うような竿なんで、バトルくらいでバラしますよって、言ったんですけど、バラさなかったです。思ったよりがっつり食ってきてくれたのと、そのバスが重かったので、バトルくらいってかかったらすごく曲がる竿なんで、それでグッと、溜めてファイトすることができたんで、しっかりとキャッチできたって感じです。このスピナベサイトに関しては本当に奥の手で、バスの近く、顔の近くをスーッと通すと追っかけてきて、映ってたと思うんで、
追っかけてきて食うのがスピナベサイトです。別にどこでも効くわけではないんですよ。ただ重要なのは着水して回り出しがいいスピナーベイトじゃないとスピナベサイトはできないんで、そういう意味ではジンクスのスーパーブレードは、スピナベサイトには非常に有効です。十分でしょういやー、いい釣りしましたね。はい、お疲れ様でした。三原節その4、奈良県室ダム、めっちゃ釣れましたね今回上から53、51、48、46、45ね、トップでも釣れたり、ノーシンカーで釣れたり、サイトフィッシングで釣れたり、このスピナベサイトで釣れたり、すごいいい釣りができました。室ダム、このね天気からしてちょっと季節の進行が遅いのかなと、アフター感がちょっと強いなっていうふうに思いました。ただ流れとシェードっていうのはこの夏の鉄則なんで、その中の流れっていう方に、バスが寄ってた。でこんなモロッコとかオイカワっていう餌を食ってるので、若干ボトムも見てるしサイズ感も若干ちっちゃかったっていうのが、今回の室ダムの総括だったんじゃないでしょうか。いやー、三原節どんどんハードルが上がっていきますね次はどんぐらい釣ればいいんでしょうか。三原節その後も、僕は大爆発してぶった切っていきたいと思いますんで、また次回をお楽しみに。室ダムもすごく、いいフィールドなんで、ぜひ皆さんも遊びに来てください。ということで三原節その4終わり。帰る。